AOE4。今回はお風呂上がりに一戦して寝ましょとか気楽な気持ちでマルチに突入したら、ゲーム配信で有名なうどんさんの部屋が一番上にあったので突撃しました。おいど素人が参戦していい相手じゃねえだろ。実は AOE4 買ったのって電撃のオンラインのうどんさんの AOE4 先行プレイ動画がきっかけでした。お前偶然遭遇できて舞い上がってんな。へへ。しかもうどんさんのチームのアラペスさんの動画もちょうどお昼に見てたので、メンバー豪華だーっと。ミラクル発生だな。もうこれは突撃するしかないと。無能な指揮官、戦う前から無謀な突撃である。そして私はチーム2の水色担当、お国はもちろんオフランス。お前いつもフランスだよな。たまたま最初に使ったオフランスを多文名覚えるの面倒で、そのまま使い続けてるだけとの噂も。おい。でもオフランス強いらしいですー。でも中身が残念じゃ意味ないからな。それは言わないで。それではゲームスタート。おい、さっさと操作しろよ。ロビーでギリギリまでチャットしてたので、日本語入力になっておりホットキーが使えず、早速パニクっております。ゲーム開始と同時にやらかしてんじゃねえよ。緊張から内政が下りながらも、石膏で探索マップ端っこにとかポイントを発見。ここ塞げば防衛楽になるかな？敵の本拠地を発見。赤色だからアラペスさんの本拠地かな？確かアラペスさんの文明はルーシーだったから、序盤は鹿を狩るとお金が増えるので、帰りに道に鹿がいたら、嫌がらせに買っちゃいましょ。地味な嫌がらせはすぐに思いつくのな。そんなわけで近くにいた鹿さん虐殺。鹿さて内政もちゃんとしましょ、とか思ってたんだけど、ここでこちらの羊が切れて6人町人が放置されますが気づきません。あ、最初の大事な時期に完全にやらかしたな。食料足りなくて次の時代に行けず、完全にやってもうたー。やったことない鹿殺しなんてしてるからだぞ。てへ。石膏の探索は、帰りのとかポイントが見つからずあわわしております。お味方次の時代に入ったな。あ、食料生産1分半止まってた。気づくのうせー。そしてうどんさんチームの手際の良さに、盟友の紫さんがプロチームと気がつく。野良の外人さんだと思うけど、ものすごくできるお仲間な様子。さてさっさと次の時代行かなきゃ。もちろん騎兵学校を選択。調子いい時ならもう完成して、騎兵作り出してる頃なのにな。有名人との対戦ってめっちゃ緊張して、思うように行動できぬー。風呂上がりに何の心構えもなしに突するお前が悪いんだろうが。てへ。そしてパニックのままさらにやらかして、ちらっと見えた山を石の鉱脈と間違え採石場を設置。序盤の大事な時にやらかしすぎー。急いで石掘って石壁作って、うどんさんのモンゴルのマングダイラッシュ回避しようと思ってたけど、完全に間に合わぬ。やらかしの積み重ねでゴテゴテになってるな。てか私意外とかポイントを封鎖してなかったので、結局塞いでも無駄っぽかったけど、無駄作業に奔走してあわわする無能っぷり。ああ、石がねえ。慌てて木で作るなら最初に作っとけよ。急げば石でも間に合うかなって思ったけど、石ゲットミスるし肉もミスって騎士生産遅れてるし。戦う前からパニック状態。そして今度は家が足りぬー。あ、今お前木の柵作ったから。木が足りぬー。アホか。急いで伐採所に持って行ってもらわなきゃ。ってなんでみんな伐採所から離れたとこで木こってんの？私が聞きたいくらいだよ。そしたら盟友の緑さんがうどんさんのマングダイラッシュで荒らされちゃってる。騎兵で駆けつけたいけど、数が少ないのでマングダイのパルティアンショットで削られそうで怖いので待機。まだ2人しか騎士おらんのかーい。いつもの半分くらいしか準備できておらぬ。お前本番にめっちゃ弱いメンタルじゃねえか。ガラスのように繊細なハートでございます。おい。そして石が準備できたので石壁張りましょ。木の壁いらんかったな。後でうどんさんの動画見たら、ここ探索すらされてなかった。完全なる無駄。緑さんまた襲われてる助けに行ってやれよ。このマップなら3カ所封鎖するだけで初期ラッシュ防げると思って、本拠地完全無防備なんよ。でも結局味方が壁作ってないから、ラッシュされると自分もやばいのな。そしてこの状況にあわわしてまた食料生産が止まっちゃってます。緑さん。ここのベリー取り尽くしちゃってたのな。緑さんも大事だけど食料止まるのまずいし対処しなきゃ。近くに食料がねえ。落ち着け、石膏が持って帰ってきた羊があるだろ。あわわスパイラルに突入しております。おい。てかうどんさんがどこからラッシュしてきてるのかがわからないので、石膏を中央のとかポイントに派遣したりしてます。
なお、うどんさんの動画見たら前線基地が北側になってて、めっちゃ肩透かしされてました。素人じゃプロに食らいつくのは厳しいな。もしかしたら自分の周りの未探索部分に潜んでるかもと、無駄に騎士を派遣したりと探しております。見つからねー。とりあえず真ん中封鎖してとかできなくするっきゃねー。慌てて変なところに壁作っちゃってるな。金の手前に作ればいいものを。あれ、うち襲撃されとる。なんだただの敵の石膏だな。こんな感じで気が休まりませんです。うどんさん捜索隊やら潜伏したりと色々とやってるものの何の成果も出せず、ただ焦りだけが積もっていく。とりあえずここを完成するまでじっとしときましょ。内政がかつてないレベルでおろそかになっちゃってる。プロのデバフ技術本人に攻撃すらしてないのに、見えないところでめっちゃ効果出てるな。アラート音が心臓に悪い。だな。村人27人も棒立ちしちゃってるし、ほんと今回はダメであります。安心しろ、お前普段からダメだぞ。かもしれぬ。内政正常化してたら壁にはまってる村人発見。あらら、ゲンバーボーンの建築ビーバーみたいになっちゃってるな。ってデリートで殺してんじゃねえよ。パニックになりすぎて扉を作って脱出が思いつきませんでした。壁ができたので石壁塔も設置しましょ。そして素で扉つけるの忘れました。敵も入れないけど味方も出れねえじゃねえか。てへ。緑さん。うどんさんに町民何人か持ってかれちゃったな。槍兵の準備はできてるけどマングダイ足早いから、これだと迎撃できないから辛い。とりあえず上以外は壁できたし、ちょっと索敵再開しましょ。うどんさん上側に撤退してるな。ここでやっと中央からじゃなく、上から襲撃していることに気づきました。マングダイめっけたぞー。騎士突撃だな。緑さんのお返しだー。操作ミスって騎士2人奥に入っちゃった。一旦戦列を立て直すぞー。全軍交代。あれ、ついてきてないぞ。2人ほど無駄死にー。おい。初期に生産遅れてるし数減らしたくないので、一旦戻りましょ。ビビりまくりじゃねえか。騎士はテクノロジーで時間回復が覚えられて、死んでなければ回復できるので、回復して次の機会を伺いますです。襲撃と思ったら緑さんがうどんさんに反撃してた。そして緑さんのアラートと被って、自分が襲撃されてるのに気づいてなかった。アラペスさん帝王入りしてるぞ。もう時代4とか早すぎん。こちらまだ2でございます。資源は足りてるので3の時代に進めましょ。今回は王立協会でテクノロジーで少しでも強化します。てかアラペスさん最後の時代に突入と同時にこっちに石膏出してたし、決戦までもう時間がないな。今回パニックって攻撃やってないから、お金も微妙だしテクノロジー解放もできぬかも。相手が上手いだけでここまで内政ボロボロになるとは思いもしなかったな。決戦に備えて相手が集結しやすい真ん中に騎士を移動します。うどんさんチームはボイスチャットで連携取れてるので、きっと2、3人で一緒に攻めてくるはず。我々もちゃんと連携取れるように注意せねば。さて戦う前に回復して騎士もちゃんと強化しましょ。城壁を建てた後金を掘って待機させてたおばちゃんに天守を作ってもらいましょ。女で一つ、城壁と城を建てるパワフルおばちゃん。アラペスさんの石膏をまた発見したので潰しときましょ。初期の鹿狩りで使ったのを有効活用してるのかな？こっちも石膏で探索して見つけたのでも一つ排除。城壁の内側に入られまくりだな。ここでマップの変化で紫さんの進軍を察知。どうやら紫さんが攻勢に移るのかな？そんなわけでうどんさんに一当て。友軍待たないのか？いやうどんさんの戦列乱して、紫さんの横槍がうまく刺さればいいかなって。いい感じについてきてるな。でもさすがに深追いはしないみたいかな。紫さん待てよって言ってるぞ。ごめんちゃい。よく考えたら紫さん増産いるので、そこまで進軍速度速くなかった。安定のやらかし交代して回復してたら追っかけてきたっぽいうどんさんの軍が来たので、緑さんと迎撃。緑さんは深追いしないっぽいな。内政が滞りすぎて家すらまともに立ってない。焦って立ててたら戦場に変化あり。うどんさんの前線基地に紫さんが到着。緑さんも一緒に参戦。お前一緒に攻めるべき場面でまたやらかしおってからに。一応近くには配備してたのよ。紫さんの増産がめっちゃ頑張ってるぞ。急いで駆けつけてやれ。増産は白波の硬さ。そう簡単に倒れはしない。しれっと下ネタ挟むのはやめような。増産でそれを連想してしまうマリサがアウトなのよ。
ってゾウさんがふにゃんにゾウさん言ってもうた。私が戦場帰参したばっかりに、なんということでしょう。かわいそうなゾウ。うどんさんの槍兵が撤退してたようなので、数の暴力で処理しときましょ。紫さんの増援も来たしここはもう大丈夫かなとか思ってたら緑さんの家に勝手に建てようとした店主で戦闘勃発。黄色だからまた旅屋さんかな。では今のうちに金庫を掘り尽くしたメンバーで、次の時代の建物作りましょ。今回建てるのは赤の宮殿、ここにユニットを駐留させるとめっちゃすごい防衛力を発揮します。お城建ててたおばちゃんがさっきのまた旅屋さんの襲撃でお亡くなりになってる赤の城の防衛用によその土地に城建てようとしたのに失敗しちゃってるじゃねえか。こりゃもうダメくせーということで、建てる場所変更、終わった戦場に歴史的建造物を建てて延命しましょ。お前内政同時進行はおぼつかないのに、小賢しいことにはほんと頭回るな。そしておばちゃんの作りかけの天守も使い道あるかなとか思ってたらついに中央の攻撃が始まった。ちらっと円筒投石機見えたし工場兵器作ってないから反撃できないしこりゃ白兵戦だな。めっちゃ内政ぬくぬくしてたっぽいアラペスさんの軍勢だし、盟友の力を団結しないとやばい。そして本格的戦闘が始まる前に赤の城完成。紫さんも糸を呼んでくれたのか、横に城作ってくれてるな。そして焦りすぎて町民を城の中に入れるの忘れた。おい。駐留させるためにたくさん村人連れてったのに盛大にやらかしてんじゃねえよ。てへー。お味方が集結するまで持てばいいかなと思ってた天守も、もう壊されちゃいそう。円筒投石機で着実に壊されちゃってるな。どうしましょう。したらやるっきゃねえだろ。ですよねー。開けたところの方が機動力が活かせると思って、開けたところに陣取ってたけど、紫さんたちが先駆けで突っ込んでくれるみたい。ゾウさんを壁にして一緒に突撃だな。おフランス騎士の突撃だー。チャージチャージチャージ。敵はアラペスさんだけかこれならいけるかもしれないな。敵が集結する前にやるぞ。やばいあれ多分敵のユニットパクる技だー。あいつを止めろー。やべえ。騎士の3分の2が突然した。ゾウさんもパクられとる。終わった。紫さんも不世辞になるくらいブチ切れております。こりゃ諦めて最後の悪あがきのターンかな。一応戦闘中も騎士生産してたのな。参戦させるのは無理だったけど、これが最後の戦力であります。紫さんゾウさんパクられたとご立腹。まさかあの物量で負けるとは思わなかったんだろうな。忙しい。町民逃がさなきゃさて最後の騎士で相手の動向を観察。これくらいならちょっと殴って逃げれるかってめっちゃおるやないかーい。敵のまた旅屋さんも合流してもう手がつけられないな。わかっちゃいるだろうけどこっちに来たと味方に連絡。私が引っ張っちゃったし、もう私の町を進呈するしかあるめー。さあこっちだー。ついてこーい。私の町はこっそり作った赤の城を壊さなければ滅ぶことはない。好きなだけ蹂躙せー。そういえばお前せこい延命処置してたよな。ゾウ泥棒、貴様は許さんぞー。もうパクられるユニットすらいないけど、後に残る人のためにやっちまわないとな。おらー、ゾウ泥棒、ぶっ転がしてやるー。もうパクられるユニットすらいないけど、後に残る人のためにやっちまわないとな。そしてゾウさんにボコられ騎士全滅。もうどうにもならんけど騎兵育成場連打で建設。そういえば我が家の ADSL さんだと、連打建設ラグいのか、クリックしてからの反応遅くてうまくできません。もうちょい練習が必要だな。こっちの方にもこっそり作りましょ。延命できれば嫌がらせの兵くらいは作れるかもな。敵のスプリンガルドを発見、玉砕じゃー。最後の悪あがき開始だな。歴史的建造物そっち側からも攻めてきちゃってるのね。町人、退避。町人全選択のショートカットが思い出せず、パニクっております。めったに使わないコマンドだもんな。お味方が戦ってくれてるけど、パクられた像と強化された重兵が強すぎできつい様子。今回はこんなきつい状況でも駆けつけてくれるいい盟友に恵まれたな。私も急増した騎兵で無茶突撃。相手像なら槍の方が良かったんじゃね？冷静な判断ができる状態だとでも？自信満々に開き直ってんじゃねえよ。てへ。そしてお味方は壊滅し、町の中心は破壊されたのであった。
まあ赤の白さえあれば、排除はされないからここから立て直しだな。うおー。平玉砕じゃお前今回も兵士ワンコそばかよ。まあ住民も離れたところで金掘ってるし、頑張って再建しましょ。このタイミングで赤の城落ちた？いつの間にかこっちでも戦闘始まってたのかよ。私の無敵要塞が全然無敵じゃねえな。よく見るとうどんさんの遠投投石機が奥に、最後までうどんさんに翻弄されちまったな。ここ建設の時に送り出した町民20人だったんだけど、15人を常駐させて5人を修理担当にしてたらもうちょっと粘れてたんだろうけど、思考が追いつかんかったです。残念だけど最初の脱落者になっちゃいました哀れ。この時は知らなかったんだけど、この対戦うどんさんのところで生配信してました。世界に赤っ端を晒しちまったな。いつも動画でやらかしてるし今更だし大丈夫じゃない？ポジティブー。しかもうどんさんの動画見たら、私の白歴史的建造物と気づいてなかったらしく、普通に壊されてて思わず笑ってしまいました。滋賀にもかけられてねえじゃねえか。へっへー。一人かけちまって盟友には迷惑かけちまうな。なお、この後緑さんも滅ぼされちゃうけど、紫さんが超絶奮闘してうどんさんを排除寸前まで追い込んで、アラペスさんを排除する神展開に。紫さんマジすげえな。結果が気になる方は概要欄にうどんさん側の URL 貼っておきますのでそちらで続きをご視聴くださいませ。悠然と進軍する紫さんの増産。この後うっかり間違えて続行ボタンを押しちゃって、部屋から出ちゃったので、私の配信はここまで。いきなり突入したにもかかわらず遊んでくださった、うどんさんアラペスさんまたたびやさんに感謝を。念のため動画にしていいかうどんさんに DM したら、めっちゃ心よく快諾してくれたしすごいいい人たちなんだぜ。あとうっかり部屋出ちゃった私が続きが気になってなんとかならんかと考えて、うどんさんの生配信に気づいて見てたんだけど、そこで私のコメントに気づいて私に挨拶してくれた方。よそ様のチャット欄で会話するのは、怒られたら嫌だったので挨拶できませんでした。ごめんちゃい。お前小心者だもんな。ガラスのように繊細なハートでございます。おい。でも声かけられて超嬉しい。お調子者を。こんな感じで唐突な有名人との対戦でしたがいかがだったでしょうか？高評価チャンネル登録してくれると、次回のモチベーションにつながるので頼むな。では、またお会いできることを願って。またねー。